やあみんな、ジュークだよ。今回はマキタの丸ノコ HS471D を修理していくよ。じゃあ早速本編行ってみよう。こいつが HS471D だよ。今回は動作ジャンクだ。ただケースは割れちゃってるし、いろいろ部品が足りない。グラグラしちゃってるけど、とりあえず動作確認だ。バッテリーを挿してっと。うん、動いてるね。西し、今回は足りない部品を調達すれば OK だと思っていた時期がおいらにもありました。この動画作成時点で割れているケースと LED ホルダーが欠品だ。もうお手上げだね。ということで、今回はもう1個ジャンクを買って2個1にするよ。もう1個買ってきた。こっちは不動ジャンクだ。部品は全部揃ってるけど、モーターだけが曲がらない。こいつに回路をまるっと移植しよう。分解するぞ。とりあえずガイドを外すか。まずはモーターを固定している4箇所のネジを外してみよう。ダクトは簡単に外れるな。そのままハンドル側5箇所のネジを外そう。これでハンドルのハウジングが開けられると思うんだけど。開いた。これが丸ノコのレイアウトだ。覚えておこう。回路を外していこう。モーターも取れたな。モーターのハウジングの4箇所のネジを外すよ。パカッとな。モーターのレイアウトはこんな感じになっている。ハウジングからモーターを外そう。今回この回路は使わない。本体へ戻るよ。ハウジングはブレードケースに2箇所のネジで固定されている。ハウジングを外すと LED も外すことができる。ベースを外したいな。レバー外してみるか。アンギュラガイドをばらしてみよう。まだ取れん。
とりあえずアンギュラガイドのレバーを取ってみよう。ベースを外すには裏側の芋ネジを外して段付きピンを抜く必要がありそうだ。やっとベースが外せたぞ。セーフティーカバーのバネを外してっと。セーフティーカバーはサークリップで固定されている。今回の分解はここまでにしよう。ギアボックスを開けよう。ギアボックスは3箇所のネジで固定されている。カバーを外すのに邪魔だからラバーピンも外そう。古いグリスを拭き取ってっと。新しいグリスをギアに塗ってやろう。ギアボックス内もグリスアップしてやろう。グリスアップしたらギアを元に戻してやる。余計なグリスを拭き取ったらギアボックスの蓋を閉める。ケースにセーフティーカバーをつけよう。カバーについていた薄い金属板はあらかじめカバー側につけておくとセットしやすい。サークリップをセットしてっと。バネを戻す。ケースカバーを戻して
ネジで締める。フランジたちも戻しておこう。デプスガイドをつけよう。レバーのバネはこんな感じ。これをデプスガイドにつけてっと。次はアンギュラガイドだ。これでブレードケースができた。ブレードケースに LED をつけてハウジングをケースにつけよう。1台目から回路を取ってきたよ。これを組み込もう。まずはモーターから組んでいくよ。組んで、あれ？どうやって組むんだっけ？はい、過去の自分に聞いてきました。モーターのレイアウトはこんな感じ。ハウジングを締めてっと。シャフトロックを忘れずに。そしたらケースにモーターをつけよう。モーターがついたら回路を復元していく。ダクトと LED を固定したらハウジングを締めよう。さあ、組み立ても大詰めだ。段付きピンでアンギュラガイドとデプスガイドをベースに固定しよう。ベースがついたら
アンギュラガイドのレバーを復元しよう。各部の調整レバーを確認してと。最後にガイドを戻したら完成。動作確認してみよう。動作確認だ。OK。試し切りといこうか。試し切りするよ。うん、正常に使えてるね。さあ、今回の HS471D の修理はどうだったかな。丸ノコの修理は今回が初めてだ。最初はどうなることかと思ったけど、なんとかなってよかったよ。それじゃまたねー。